こんにちは。今日はみんなの YouTube で、Instagram で募集した皆さんの将来の夢、なりたい像、目標などがあったら僕に教えてくださいっていうのをちょっとなんか一緒に共有していこうかなって思います。はい。よろしくお願いします。道端のお花を写真に撮ったり、深呼吸して空を見上げて人生を豊かで、なんか俺の友達とかに、ピクニックをしている女の子と付き合いたいとか、そう、レジャーシートを敷いて、お弁当を持ち寄って、マクドとかじゃなくてね、スタバとかじゃなくてね、もう持参のレジャーシート、持参のお弁当を持ち寄って、ピクニックしてるような女の子が好き、みたいな、俺の友達がいるんですけど、で、なんかそういう感じだよね、言ってるのって。なんか道端の道端のお花を写真撮ったり、そう、深呼吸して空を見上げるなんて、そんないちいちこう、言葉にするようなことなんてないじゃない、普段。お花を写真に撮って、iCloud に保存したいみたいな、そんな人ってあんまいないじゃないですか、言葉にするような人。思い知らされました。ありがとう。バリかっこよくなりたいです。なんか俺はさ、例えば、結構使わない言葉が俺の中であって、バチイケと、間違いないっすとか、なんかそういう言葉って俺あんま使わなくて、結構おしゃれした時にもよく使ったりするんじゃん。かっこいい人とかさ、ちょっとなんか魅力的だなって思う人に対して使う言葉じゃん、そういうのって。それだったら、パワーあんじゃんとか、バイブス効いてんねとか、エッジ効いてるねとかね。グルーブいいねとか、まあそういう言葉で表現するんだけど、かっこよくなりたい像があります。っていうのは分かったんだけど、みんなもバリ可愛くなりたいとかっていうのあると思うんだけど、かっこよくなりたいをもっと具現化していくと、もっとかっこよくなれると思います。自分のことが好きな自分なんだけど、俺もね。男の子も女の子も、なんか、失敗しても私無傷です。みんなに何言われても私無傷です。みたいな人っているじゃん。全く気にしません、みたいな。だから俺も結構そっち側なんだけど、本当に気にしない人いるじゃん。もう1ミリも、みたいな。カキーンみたいな人っているんだけど、男性も女性もね。なんか、本当に俺結構1ミリは結構気にすんのよ。嫌なこととかあってもね。グラセフとかでさ、これポチポチしたら無敵5分間とかあるやん。もうそんな感じ。もうロケットランチャーでもう撃たれようが、もう何しようが聞いてないみたいな人って本当にいるから、何が正解とかないから、もう落ち込む人だってそれ正解だし、聞かないっていう人も正解だし。結果だけじゃなくて、それまでの努力の過程も肯定してあげれる人。なんか俺もこうやって SNS 発信してて、やっぱね、その人気な人を好きになる傾向とかってやっぱあるし、結果が、実った。その人は好きみたいな、そういう文化っていうか、やっぱそういうのって絶対に泣きにしもあらず系だと思うんで、バコーンって成功しました。名がバーンって上がりました。うわ、好きっていうのです。人間って。だけど、それまでの過程とかね、地道に頑張ってきた、それまでのこのね、レールをね、褒めてあげれるっていうか、結果が出るまでのストーリーが一番おもろいんだから、本当は。K-POP アイドルとかもそうじゃん。デビューするまでのさ、必死にレッスン行って踊って歌ってみたいなさ、その過程でみんなの前にステージに立ちました。うわーじゃない。そこが一番本当は面白かったりするんだよね。努力までの過程もね、楽しめられるような人間に俺はなりたいね、俺も。私の夢は警察官です。自分の命を犠牲にしてでも、たくさんの人を守りたいです。青葉くんも死んでる。公務員になって安定してモテる。これ俺の大学生の時の夢ですわ。公務員になって、安定してモテるっていう。公務員の人ってさ、俺の友達いるんだけど結構、もう口当たり強えんだよね、むっちゃ。なんか結構やられる。俺らみたいに東京上京してきて、夢を見て、それに向かって追いかけてる人間とかもめっちゃバカにされんのよ。俺の周りの友達も公務員の人とか、結構そうだね。直接なんかお前はバカか、現実的に考えろとかっていう、直接言われるわけじゃないんだけど、なんだろう、それってどうなんみたいな。それってどうなんってのがどうなんってこっちは思うけどね。
っていうのを、まあ、遠回しで言ってきたりしてくるのよ、やっぱりね。俺の周り結構やばいね、よく考えると。はい。僕もだから今安全なところに身を置かせていただいてます。Nice approach! 迷惑かけてても相手の印象に残るってめっちゃおもろいね、これ。ありがとう。なんか、そういうのって俺も考えたことあるんだよ。だけど、やっぱお互いハッピーではないから、ギブアンドテイクみたいな感じでハッピーではないわけよ。まあ、マインド的には大事かもしんない。だけど、実際にやるかってなったら、俺もそれめっちゃ考えたことあって、迷惑かけてても、なんか相手の印象残った方がいいのかなみたいな。でも俺はやっぱお互いにハッピーでいたいから、絶対にインターハイで優勝します。俺のフォロワーの子とかに、スポーツとかで全国大会に行けて、みたいな。そういう夢を持ってるフォロワーがいてめっちゃ嬉しいわ、俺は。インターハイってあんま行けないからね、普通に。頑張ってください。困った時に一番思い出される人になりたい。むちゃくちゃ思うわ、それ。俺が知らないところで、約束された遊びとかさ、みんなあるじゃん。楽しいを一番先に共有してくれる友達でもありたい、俺は。でも、向こうが、そういう気持ちじゃなかったら、ちょっと俺もショックで。こっちは一番思い出してるのに、向こうはあまり思い出してくれないみたいなのがちょっと怖いよね。でもやっぱそれってわがままで、こっちが一番最初に思い出すんだから、お前も思い出すよ、一番に。って言います、これから。Nice approach! 遊び心てんこ盛り大人。24の代だけど、やっぱり、遊び心てんこ盛り子供になりたいもん。アダルトチルドレンになりたい。レンコも多めの筑前に作って近所に分ける。それ、俺の将来のお嫁さんに求めるもの。来ただけで周りが盛り上がる。この子がいるだけでちょっと楽しい空気になるよね。っていう人って絶対にいるのよね。なんか、その事務所の社長とかもそうなんだけど、この人がいるから、なんか動き出すわ。キーマンは誰ですかってなった時に、いや、これ自分だね。って、やっぱ胸を張って言える人にはなりたいよね。いつでもデリバリーできるようになりたい。これは、あれだよね。ウーバーイーツとかさ、今さ、最近流行ってんじゃん。ロケットナウ。俺、ロケットナウめっちゃ使うんだよね。もうアプリとして、送料も配達料もサービス料ももう全部無料っていうの意味わかんない。本当に。で、結構俺使ってるんだけど、デリバリーできるようになりたいっていう生活水準って、結構高いと思うんだけど、なんだろう。都会にしかさ、そういうのってないじゃない。そう。で、例えば東京に住んでます。家賃も高いのに、そう、何もかも高いじゃない。スーパーもね。何かしらするのも旅行行くのも全部高い、東京は。なのに、プラスでデリバリーを頼めるわけがないのよ。田舎にデリバリーがあるんだったら、まあね、東京より物価が安いから、まだデリバリーできますよっていう人もいると思うんだけど、都会にしかないのよ、こういうのって。ただでさえ高い街で、ただでさえ高いデリバリーをする。時代の最先端を生きる人になりたい。まあ確かにさ、スターは短命って言うじゃない。俺もなんか、この日本とか世界とかに、何かしら爪痕を残せれば、いつ死んでもいいかなっていう思います。わざわざ100歳まで生きる必要もないかなっていう。まあ生きたいけどね、気持ち的には。だけどやっぱ、世界に何か残せれば、僕はすぐ、コロッと TV です。パピコの上の部分捨てられるぐらい金持ちになりたい。俺だってガリガリ君の棒なんて当たったとしても交換しないよ。その店まで行かないよ、俺だって。全然ピノの蓋開けて、その星とか入っててもストーリーあげないし。マインド的には同じです。理論的なファッションを感性で組めるようになる。めっちゃいいね。反対もしかりだよね。感性で組んだファッションを理論的に説明したいみたいな、逆もいけるよね。自分の感性で組んだファッションを理論的に説明して、理論で組んだファッションを、理論で組んだファッションを、理論的なファッションを、感性で組めるとかって、今置かれてる立場とかで、いや、絶対こっちの方がいいっていう臨機応変に、取れる感覚とかって、やっぱ両方持ってた方が絶対にいいのよね。でも、優先するべきものは、理論だね。自信満々って言われるけど、常に誰かに見られてると思って気にして過ごしてるだけだから、死んでる。失敗した自分を俯瞰で見れるっていうタイプだろうね。はい。僕と一緒。最近自分は前と違うと思いすぎて友達が減ってきました。自分の人間性どうにかしたい。大学生の時の俺と同じ。周りと違うことはそもそもいいことなんですかね。それを周りに強要しちゃうっていうのがこう出ちゃうと、それはダメだよね。
自分の中で思う分にはさ、別にいいのよ。全然。不満とかあって、言いたいこともあって、言い訳もしたい。でもそれを、例えば会社の上司に当たっちゃうとかっていうのは違うと思うけど、別に思うことは自由だから、周りに与えずに、自分の中で飲み込んでいくっていうのは、めっちゃ大事だと思います。俺は結構そういうの出てたから、もう隠せないし、腹立つし。だから、反省して、今は友達が、増えていってる。ありがとう。モンブランのシャワー浴びたい何やねん、モンブランのシャワー。おもろすぎだろ。ユニバのキャストさんか、スタバ店員さん。俺の周りも結構友達多くて有名だから俺って。そう。だから、ユニバのキャストさんもいたし、俺の友達。で、スタバの店員の人も、3人ぐらいいるんだけど、ジャニーズ骨格っていうのはちょっと X で流行ってたやんか。そのジャニーズの人の骨格ってこうだよね、みたいな。頭身がこうで、みたいな分析がされてたんだけど、それとも一緒で、そのテーマパークのキャストさんとか、スタバ店員の人とかって、もうその骨格じゃないけど、その顔の系統とかさ、あ、この子絶対スタバで働いたことあるよねっていう顔してんのよ。だから納得する、バイトどこでやってたんですかって聞いたら、スタバ。走馬灯が面白い人生を送りたい。ねえ。走馬灯って一回しか見れねえぜ。今100年時代で、人間100年時代で。死ぬ直前ぐらいを笑わせてくれよ。お前ら。って感じだよね。うんこになりたいです。どうぞ。公認会計士とうんち。どうぞ。若年層向けのお酒を開発することが夢です。めちゃくちゃいいね。具体的。なんだろうなぁ。してほしいわ。めちゃくちゃ甘かったりするってこと。そう、飲んだ後に煙が出て C 社みたいになるみたいなね。ごくごくごく、みたいな。そういう煙が出るみたいなのいいかもね。そう。めちゃくちゃ面白そう。俺もクラフトジンジャーとか、クラフトコーラとか、クラフトのコーラを飲んでるんだけど、調合して、生み出す商品とかめっちゃ好きなんだよね、俺。自分のこの彩りを一つの商品に加えていくっていうのもめっちゃ好きで、ピュレグミのパウダーが入ってるとかさ、めっちゃよくない？駄菓子の綿パチとか入れて、パチパチするみたいなさ。俺めっちゃいいじゃん、今の。この、アルコールも好きだし、お酒も好きなんだよ、めっちゃ。だし、コーヒーも好きだからさ、カフェインもね。だから、俺は将来、めっちゃ美味しいフルーティーなコーヒーを作りたいっていうのは俺めっちゃあんのよ。死ぬまでにやりたいことをやる。で、そのやりたいことは何っていうのってあんじゃん。そういうのって今時さ、ネットフリとかでさ、アニメでやってるじゃん。死ぬまでにやりたいこと、100。ああいうアニメってさ、俺ら現代の人間って、結構抽象的じゃん。やりたいことやれればいいな、みたいな。はっきりしてる人って、何%か数%かだと思うんだけど、そういうアニメとかやっぱ見るからさ、テレビとか。俺も死ぬまでにやりたいこと100個ぐらいあるんだけど、でも100個も思いつかない、みたいな人っているじゃん。そういうアニメとかで、訴求してくれてるんだなって最近思うんだよね。そういう形で、今、僕たちに、投げかけてくれてんのかなって、たまに思うんですよね。そういう人って、ある時に気づいて、友達とかに言われるんだよね。いや、お前とこんな感じだったっけって言われる時が、やっぱ来るんですよね。目標がない時って。なんで生きてんだろうね、みたいな。そう、それで周りにとやかく言われて、初めて気づく時ってやっぱあると思うんで、超ダラダラ生きて、みんなにああだこうだ言われてる自分に嫌気がさした時に、目標とかってちょっと初めて生まれるんじゃないかなって思うんですよね。でも俺のことを見てくれてるフォロワーの人たちって、そういう夢めっちゃ持ってる人多くて、もう俺は嬉しいね、すごく。そういったきっかけになる発信ができたらいいなと思うんで、何でもいいと思います、正直目標なんてね。3人でいる時の2対1の1になる人。奇数の時とかあるじゃない。俺も結構3人で遠出したり旅行行ったりすることってあるのよね。こことここでずっと話されても結構困るじゃない。結構女の子とかあると思うんだけど、男の子少ないか。このくっついて話すってよりかは、3人巻き込んで話したいやん。俺も絶対1になろうって思ってるから、みんなが楽しめればいいんだけどね、結局は。一番は楽しめるっていうのがゴールで、その中で、2でもいいし、1でもなれる。両方にもなれるような人になりたいよね、でも。
放っておいてほしい人がいたら放っておくし、今誰かと話したいって思うんだったら話させるし、話すしみたいな。そういうなんか両方に立てればいいなっていうのは思います。すごく。安売りを待たず、半額を待たず、398円のお弁当は398円で買える人間でいたいです。でも安売りってさ、結構難しいじゃない。でメリットデメリットめっちゃあって、例えば安くなるってのってさ、結構、8時とかさ、9時とか10時とかじゃん、スーパー行ってもさ、その時間にさ、ご飯買いに行って、じゃあ、帰ってきます。じゃあ11時、12時、0時ぐらいにご飯食べます。なんかそれもしんどい、その後寝るの。なんか胃にずっとなんか飯入った状態で、こう寝て、398円が、じゃあほぼ150円で買えたとしても、その後の寝つきの悪さとか、その朝起きた時の気持ちの悪さとかを150円で買いますって俺は思っちゃう派なんで。だから398円を18時に買います。150円出して、体がちょっとね、いい方向に進むのであれば、150円出します。っていう感じですかね。はい、終わりました。なんかすごく CA になりたい、パイロットになりたい、助産師とか、美容師、漫画家、アートディレクターとか、めちゃくちゃいっぱいありました。本当に。青葉くん見てなりたいとかもあったし、俳優になるとか、女優になるとか、ファッションで成功したいとか、めちゃくちゃいろんな人がいたんですわ。ほんまに。やっぱ、そういう夢とか希望を持って行動するのって、生活するのってやっぱすごく大事なことだと思うんで、言霊もありますし、もうこの人と一緒にいたらちょっとまずいな、とかもあると思うし、この人といたら絶対に俺は成長できる、ついていけるみたいな、お互いに高め合って生きていきたいみたいな存在の人って、いると思うんだが、なかなかいないですね。お互いを高め合って生きていきたいみたいな人って、どっちかが下がったら、ってなっちゃうし、置いていかれちゃうし、どっちかが上がったら、マジかみたいな、気持ちが追いつかないし、みたいな、にもなるし、やっぱ同じ土俵で、こうやって、成り上がっていこうよ、みたいな、チームとか、仲間とかっていうのは、本当にいないです、正直。いないし、めったにそんないっぱいいるわけじゃないから、だから自分でやってることに対して、仲間になってくれる人とかを、チームとしてやっていこうよ、とかね。で、俺は、あなたのことがすごく好きで、あなたのチームで頑張りたいです、みたいな。そういうパターンもやっぱあるじゃないですか。そうやって、できている人たちとかもしいるとしたら、すごく珍しいです。はい。だから、そういう人たちを大切にして僕は生きていきたいなと思うんですけど、そういう仲間とかが出来上がってたとしても、やっぱギルドじゃないか、ゲームとかのギルドってあるじゃない。ギルドに入る、クランに入るとかね。それってやっぱ自由に抜けたり、自由に入ってきたりできるわけよ。だから結局大元だけを持ってて、入れ替わりも激しいと思うけど、そういう仲間を大切に僕は生きていきたいなってやっぱ思います。はい。いかなる時には離れないといけないですし、いかなる時にはチームに入れないといけないですし、何が起こるかわかんないけど、わかんない出来事が結局巡り巡って自分のやることに繋がってるんですから、大体は。出くわした出来事っていうのは、結局プラスに持っていければ、っていう感じです。何かしら、俺死ぬんだったら何かしら伝説を残して死にたいし、それまでは絶対にやめません。いろんなメディアとか、テレビとか目指して、いろんな露出も、増やして、ファッションでもそうだし、自分の好きなこととかで何かしらビラ配り、俺の顔がビラ配りされて、ワンピースみたいに、身代金、かかるぐらいまで俺は生きていきたいなっていうのは思います。はい。あと、正義青葉という概念も広めていきたいので、それに対してみんながこうやって見てくれたり、こういう質問とかで同じ情熱を持ってみんなとやろうぜ、みたいな、募集をしてみました。ということで終わりたいと思います。じゃあなで、圧縮と固定が大事で、グーって圧縮かけて固定し続けて